はい、どうも、トンボです。今回は C アイテムの樹脂の塊を完全自動で入手できるクリーキングトラップを作っていきたいと思います。特徴1、装置に近づくだけでクリーキングを検知して装置が自動稼働。プレイヤーが何もしなくても樹脂の塊が自動生産されていきます。特徴2、完全自動化しているため、装置から半径32マスの球体の範囲にプレイヤーがいるだけで勝手に稼働。アイテムを落下させて地上で回収すれば上空に登る必要もなくなります。特徴3、効率は10分で樹脂の塊が約700個埋めることが可能です。樹脂ができるクールタイムも考えて無駄なピストンの動きをさせないように設計し、重くならないようにしてますので、ぜひ参考にしてくださいね。それでは本日もレッツポンポン。今回使う材料はこちら。トライデントは3本必要。スタック付加アイテムにベッドを使っていますが、スタック付加アイテムなら何でも OK。待機場の床に葉っぱを使いますが、ガラスや下付きハーフブロックで代用可能です。見えやすいようにガラスは2種類使ってますが、通常のガラスだけでも OK。クリーキングの心臓やペールオークの原木は新アイテムです。ペールガーデンバイオームで手に入りますので、頑張って探してみてくださいね。装飾に使っているペールオーク系の素材は他の素材でも OK です。装置のサイズは横9、奥行き12、高さ 7.5 になります。では作っていきましょう。まずはクリーキングが地面にスポンしないように装置は上空に作るので、15マス上に足場ブロックで登っていきます。クリーキングの枠範囲はクリーキングの心臓から横16マス、上下8マスの立方体の中になるので、平らな土地であれば15マス程度。もし作成場所付近に高い建物や山などがある場合は、その建物や山よりも10マス程度上まで登るようにしてくださいね。では現在の Y 座標を確認。 Y-60 ですね。周囲が平らな場所なので、15マス上の Y-45 まで足場ブロックを使って登っていきましょう。はい、Y-45 まで来ました。次はトライデントのめり込みにくい方向で装置は作るので、まずは北方向に長い待機場を横9、奥行き12マスで作っていきます。まずはエシレンガを置いて T の文字になるように方角を変えて北を向きます。その状態で葉っぱブロックを足場ブロックの手前に置きます。次は左右に4マスずつ。次は奥に 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 マス。このように伸ばしたら、これを基準に四角くしていってください。次は装飾ブロックでこのように6段の壁を作っていきます。ブロックを置き始める位置はこの右下の葉っぱから数えて 1,2,3,4,5 マス目から。ここから葉っぱの床の端を通るようにしてこのように置いていきます。はい、ここまでですね。あとはこれを6段になるように積み上げていきましょう。はい、 OK。 次はこの位置に不等間ブロックで 5×5 の脇層の床を作ります。この角の位置から1,2,3,4,5個、あとは 5×5 のサイズにしていきましょう。次は不等間ブロック、ペールオークの原木、クリーキングの心臓を使ってこのように3段の壁を作っていきます。置いた後は夜間にクリーキングが湧くようになるので、この作業以降は昼間に作業を行うように注意してください。まずはペールオークの原木を上向きでポンポンポン、このように上向きで設置します。次はクリーキングの心臓も上向きでこのように置いて、次はペールオークの原木を同じように上向きでこのように設置します。置けるとクリーキングの心臓が光るので確認しておいてくださいね。あとはこのように3段の壁を不等間ブロックで作っていってください。次はガラスをこのように3段で設置します。ガラスを置き始める位置はここから、まずは 1,2,3,4 と置いたら、ここから 1,2 と置いて L 字にします。あとはこれを3段にしていきましょう。次は水バケツ、仮ブロックを使って脇層に水を流します。まずはこの2段目のガラスのこの位置に向けて水をダバーすると、ここまで水流が流れますね。次はこの位置に仮ブロックを一旦置いて水流を広げたら仮ブロックを撤去。そうするとここまで水流が届くので確認しておきましょう。次はチェスト、ホッパーをこのように設置します。ホッパーの向きはこちらです。置く位置はここからポンポンと置いてラージチェストにしたら、側面にホッパーを横向きで接続しましょう。次はチェーン、貫通板、不等間ブロック、仮ブロック、ガラス、砥石をこのように設置します。まずはホッパーの上にチェーンを設置。次はチェーンの上に貫通板をこのように置きます。次はチェーンの横に不等間ブロック、上に仮ブロックを置いたら仮ブロックの上にガラス。次はガラスの側面に向けて砥石をこのように設置します。次は仮ブロックの左側面に不等間ブロック、その上に仮ブロックを置いて、その上に不等間ブロックを設置。このように置けたら仮ブロックは撤去して OK です。
次は回路です。ダスト、レッドストーントーチをこのように設置します。まずはダストをこの位置、次にトーチをこの不透過ブロックの上に置いてください。では視点を上からに変更して続けます。次は粘着ピストンを3つこのように設置します。まずはこのペールオークの原木の上に立ったら、粘着ピストンを置く位置はこの壁の1段目から数えて1、2、3、4マス目、ここから1、2、3とこのように置きます。ちょうどペールオークの原木と同じ高さになるので確認しておきましょう。次はガラスをこのように置いて回路の置き場を作ります。ここでは白色のガラスを使っていますが、普通のガラスでも大丈夫です。まずはこの不透過ブロックの右から1、2、3、4、5と壁まで置いて、次はこちら側に伸ばしていって壁まで置きます。あとは壁を沿うように置いていって四角くしていってください。次はここから1、2、3、4とこのように置いて、次はこの位置から1、2、3と置きましょう。次はホッパーをこのように設置します。ホッパーの向きはこちらです。向きに注意してください。まずはこの不透過ブロックの上に仮ブロックを一旦置いて、こちらに回ったら仮ブロックの側面からホッパーを1、2、3、4、ここで曲げて1、2、さらに曲げて1、2、3、4。次は仮ブロックを壊して、このホッパーの側面から1、2とこのように置きます。置けたらこの位置のホッパーの中にスタック付加アイテム、今回はベッドを1つだけ入れます。するとホッパー内を流れていって、この位置のホッパーの中で止まるので確認しておきましょう。問題なければこのホッパーの側面から1、2、3と置いて蓋をしておいてください。次は通常ピストンを3つこのように設置します。まずはこの位置に入って、このガラスの側面に向けて通常ピストンを1、2、3個、この向きに置ければ OK です。次はコンパレーター不透過ブロックダストを使ってピストンに信号が伝わるようにしていきます。コンパレーターの向きはこちらです。まずはこの位置にこの向きでコンパレーター、その先に不透過ブロックをポン、あとはピストンの上にダストを1、2、3と置いてください。次はトーチ、リピーター、不透過ブロック、レール、ガラス、ダストを使って左側の粘着ピストンにも信号をつないでいきます。このリピーターは遅延マックス、このリピーターは遅延プラス2する点に注意です。まずは先ほど置いた不透過ブロックのこの側面にトーチ。次はこの位置にこの向きでリピーター。このリピーターは遅延を最大にします。次はさらにリピーターをこの位置に置いて、このリピーターは2回クリックして遅延をプラスにします。次は不透過ブロックをリピーターの先に置いて、ガラスをこことここに置いてダストの置き場を作ったら、この位置からダストをつないでいって粘着ピストンの上まで伸ばしてください。ここまでできたらクリーキングが湧かないように下付きハーフで屋根をつけていきます。角からダーッと置いていって、このピストンがある位置は後でトライデントを刺すので、こんな感じで 2×3 の穴にしておきます。あとは残りをダーッと置いていきましょう。はい。一旦ここまで屋根を付け終わりました。あとはさらにこの葉っぱの床の位置までハーフブロックの屋根を4マス伸ばしていきましょう。はい。こんな感じですね。次ははしご、松明、階段ブロックを使ってトライデントの差し直しがしやすいようにしていきます。まずはこの位置からはしごを上まで置いていって、ここは壊します。次にはしごを登って屋根の上に上がったら、ここに入って近くのガラスに松明を置いて明るくしておきます。次はトライデントをそれぞれのピストンの前に刺していきましょう。戻るときはこのままだと登れないので、この位置のハーフブロックを壊して階段を設置して登れるようにしておきましょう。ではここで動作チェックです。ここではくり抜かれたかぼちゃをかぶらないとうまくいかないので、まずはくり抜かれたかぼちゃを装備。その後夜になるとクリーキングがこのように湧いて水流で運ばれていき、加圧板に触れると装置が動き出します。トライデントに当たるとクリーキングの心臓が反応し、樹脂の塊ができてアイテム化されてホッパーへ流れて回収されていくので、チェストの中に樹脂の塊が格納されていくのを確認しておいてくださいね。このように動いていれば OK です。ちなみにくり抜かれたかぼちゃを外すとクリーキングに見つかり、動きが止まった状態のクリーキング同士が重なってしまって、トライデントが1体にしか当たらず効率が落ちます。ではここからはくり抜かれたかぼちゃを装備しなくてもいいように視界を遮れる装着をしていきましょう。今回はペールオークの階段、フェンス、コンクリートを使ってこのように装飾していきます。まずはこの辺りにペールオークの階段を置いて立体感を出したら、コンクリートで回路を隠していきます。あとはクリーキングから見つからずに中を確認できるようにフェンスをこのように置いていきましょう。
クリーキングは明るさに関係なく湧くので、こんな感じで光源を置いても大丈夫です。はい、これで湧き層を除いていてもクリーキングが重なってしまうことはなくなります。これで完成です。ちなみにクリーキングの心臓から半径32マスの球体の範囲にプレイヤーがいれば勝手に動作をしてくれるので、こんな感じに自身の塊を落下させて地上で回収することも可能です。回収方法はチェストとホッパーを撤去して、チェーンの下にある葉っぱを壊して穴を開けたら、まっすぐ落ちるようにこことここに葉っぱを置いて、あとは装飾を戻します。あとは自身の塊が落ちてくる位置にチェストとホッパーを置いて回収できるようにしておけば OK です。拠点の上に作っておけばわざわざ装置に行かなくても勝手に樹脂の塊が落ちてくる状況にできますね。はい、今回は新アイテムの樹脂の塊を完全自動で入手できるクリーキングトラップを紹介させていただきました。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。またメンバーシップもやってますので、よかったらコミュニティもチェックしてみてね。田んぼでした。ではまた。